こんにちは、代々木の家の海斗です。今日はですね、ちょっと代々木の家を飛び出していつもと違う動画を撮ってみようと思ってます。これからシリーズ化していこうと思うんですけど、代々木の家の中の紹介だけじゃなくてですね、自分が設計したお家だったり、僕の知り合いのお家のルームツアーの動画をちょっと撮っていこうかなっていうふうに思っていて、今日はその第1弾です。第1弾はですね、一応ここ私の母親の家でして、2年前に自分でデザインしてリノベーションしたお家です。一応家自体はですね、僕も昔住んでいた家なんですけど、全体の大きさとしては60平米で、もともとは 2LDK のお家でした。でそれを 1LDK にリノベーションして、自宅兼母親がお琴の先生やってるので、見ての通りここにお琴あるんですけど、お琴教室をできる家としてリノベーションした家です。代々木の家とはかなりテイストが違う家なので、どういうとここだわってデザインしたかとか説明しながら回っていきたいと思います。じゃあまず、玄関から順番に説明していきたいと思います。はい、じゃあまず玄関入ってきたところです。玄関入るとまず正面にアイストップになるようなところに壁のくぼみみたいなのをデザインしてるんですけど、これはこのくぼみのここの壁のところに絵とか掛け軸とかをかけられるようにしていて、で間接照明で照らしてます。でなんでこういうことをやってるかっていうと、ここは家であるとともに一応お琴教室なので、お弟子さんとかお客様が来た時にまず玄関入ってすぐのところにこういうなんですかね、飾り棚みたいなのがあると、家っぽくないというか、ちょっとおもてなしできるような、仕掛けがあるといいなと思ってこういうのをデザインしてます。もうこのまま普通に入っていってもらうと、ここ行き止まりで L 字に廊下が続いている感じです。で、この L 字の壁を曲がると、また正面に小さい床の間みたいなスペースがあって、ここもちょっとくぼんでて、上に間接照明があって、でその間接照明がオブジェを照らしてあげられるような、そういう設計にしてます。でここの床の間のデザインとしては、廊下もそうなんですけど、結構白壁とか使ってるこういう木の色味が比較的落ち着いてて上品な空間とか、ちょっと日本っぽい雰囲気にしてるので、あまりにも全体的にそういう落ち着いたトーンにしすぎると綺麗になりすぎるなっていうことで、床の間の奥のこの壁は建物のコンクリートの躯体を表しにしてます。代々木の家とかはほとんどコンクリートの躯体で仕上げられてる部屋とか多いと思うんですけど、ここの家の場合はピンポイントで、こういうちょっとラフな仕上げを使っているような、そういうデザインのバランスにしています。じゃあ次、こっち曲がると、リビング兼お琴教室になるので、こっちに移動したいと思います。さっきのこの廊下から入ってくると、リビングスペース兼お琴スペース、こういう空間になってるんですけど、入るとここに大きい棚があって、でその脇にダイニングテーブル兼休憩スペースみたいなエリアですねがありまして、で基本お琴はここら辺のエリアに置いてます。今ここに1台置いてるだけなんですけど、お弟子さんがいらっしゃる時とかはその正面に、ここら辺にお琴並べるそうです。でお琴を弾く時、ここにお琴を置いてここに座るので、お琴を弾いてる時に姿がかっこよく映るように、お琴の奥のスペースに床の間を作ってます。部屋全体のレイアウトとしてはそんな感じなんですけど、それぞれデザイン的にこだわってるところあるので、ちょっと順々に説明したいと思います。じゃあまずですね、この家で一番大きいこちらの収納なんですけど、この収納何が入ってるかっていうと、ここが3つの3連引き戸になっていて、この引き戸を開けると大量のお琴が入ってます。でやっぱり生徒さんのお琴も収納する必要があったので、かなりの量が入る収納になってます。一応作りとしてはですね、大きく仕切りが上まで伸びていて、で、1本分の
幅があってですね、奥に1本、手前に1本で、合計で20本ぐらいお琴が入るような、そういう巨大な作り付けの収納になってます。で、閉めると、お琴が見えなくなって、かなりお琴20本ぐらい部屋にあると雑然とした雰囲気になるので、お琴は隠せる大きな収納を作ろうっていうのが、設計の1個目のポイントでした。で、デザイン的に言うとですね、ちょっと細かい話になるんですけど、やっぱりこういう大きい家具を、こういう木の板で作る時って結構なんていうんですかね、単調というか大味なデザインになることが多いので、今回この家具作る時はですね、ここ上から下をちょっと一発で作らないで、この引き戸の上のこのラインで1本ちょっと溝を切ったりで、腰のラインこういうところで溝を切ったりしてあげて、1枚で大味にならないで木の板にもリズムを作ってあげて、そうすることでちょっと繊細なデザインになればいいなと思ってやってみました。でこの、溝のラインがこっちまで伸びてって、ここが飾り棚になったりとか、今回とってもですね特注で作ってるんですけど、こう開けた時に本当はこれ1枚なんですけど、ここのとってもこの溝に合わせてわざとラインを切ってあげて、大きい取っ手なんですけど、ちょっと繊細に見えたり、逆にちょっと2つに分かれてるように見えるような、そういうデザインの工夫とかをしています。ちなみにこのハンドルは真鍮で作っていて特注で作ってるんですけど、経年変化を楽しめる素材なので個人的にはすごいおすすめです。でこの棚の隣には廊下と分けるための、ここも大きい引き戸があるんですけど、この引き戸のデザインもこっちの収納のデザインを引き継いでいて、ここに溝が切られていて、で使ってる取っ手も同じ真鍮を使ってます。で、このデザインはさっきちょっと簡単に説明したこの床の間にも引き継がれていて、同じ木材を使っていて、ここで溝を切られていて、で取っ手は真鍮にしてます。ちなみに説明さっきし忘れてたんですけど、今回棚とかこの扉に使ってる木材なんですけど、代々木の家でも使ってる奈良材を使ってます。ただ代々木の家に比べて、同じ木材なんですけど、ちょっと落ち着いてるように見えると思うんですけど、代々木の家の奈良材はクリア塗装っていって、その奈良材そのものの色味が出てるんですけど、今回この琴教室では琴が桐の木を使っていて、結構見ていただいたら分かると思うんですけど、結構強い色味を持っているので、この琴の木の色が一番目立つように棚とかに使う色味は比較的落ち着いてて、白木っぽいというか、ちょっと上品で桐の木よりちょっと一歩下がって見えるような、そういう色味にしたかったので、奈良材をちょっと白く着色してます。で床の間はですね、あとはデザイン的に考えたこととしては、奥がちょっとここがへっこんでて、そこに物を飾れるようにしてるんですけど、これは和紙の壁紙を使ってます。和紙なので、ちょっとこういうなんていうんですかね、紙特有のシワ感があったりとか、ちょっと光沢があるようなものを選んでいて、光が当たると、ちょっとうっすらキラキラと光るような、そういう和紙を選んでいるのと、あとは、さっきの飾り棚でも言ったんですけど、あまりにも綺麗な素材で全部作りすぎないように、こっちの側面は、コンクリートの現しの壁をそのまま残してます。あとはですね、この部屋を設計するときに、1個ちょっと重要なポイントがあって、今回この琴教室は床がカーペットになってます。でこれなんでカーペットになってるかっていうと、もともと設計始まる前に母親からのリクエストとしては、ちょっとフローリングにしたいっていう話があったんですけど、このマンションの管理規約を読んだらですね、マンション内の床は遮音性能を確保するために、フローリングは禁止でカーペットにしてくださいっていう規約があって、琴教室をどういうふうに作るかっていうことを逆に考えるように設計シフトチェンジしたんですけど、結構その管理規約とか読むと、そういうマンション特有のルールとかがあったりするので、皆さんもしリノベーションする時とか
そういう機会がある場合は、そういうマンションの管理規約はちゃんと読んでみるといいと思います。うちのマンションの場合だと、それ以外のルールとしては、なんか水回りの位置は変えちゃダメとか、そういう話もあったので、結構重要なポイントかと思います。あと一つ、この部屋で面白い点としてはですね、ちょっとダイニングテーブル結構こう使ってるのが面白いので説明したいなと思うんですけど、これ、ダイニングテーブル、吉祥寺の古家具屋さんで買ったんですけど、北欧のちょっとヴィンテージのもので、折りたたみ式のダイニングテーブルになってます。一応ですね、機構としては天板が3つのパートに分かれてて、手前と、奥のパートがこうパカッとこう折れるようになってます。ちょっと実演すると、例えば手前を足をですね畳むとこんな感じです。でこうやって畳むと、上から見るとこういうちょっとこう半円形みたいな形になるので、普段母が、例えば一人で使う時とかは、これちょっと反転させてこっちの垂直の部分をこの壁に当てると、壁からこういうふうにこう半円形のテーブルが出るみたいな形になるので、形も可愛いですし、そういうちょっとコンパクトに使えるので、結構こういろんな用途で使う家具としてはすごい優秀なので、個人的にはすごいおすすめです。じゃあ次、キッチンの説明したいと思います。キッチンは位置としては廊下の奥の扉の奥にあるんですけど、お客さんがこの教室に入ってくる、動線上にあるので、普段あんま見せないために、引き戸を新たに設置しました。引き戸を、開けると、こんな感じであるんですけども、今回は使い勝手を優先してシステムキッチンを導入しました。色味は結構マットブラックなシャープなものを選んでいて、比較的デザイン的にはシンプルなものにしています。一応この壁一面はですね、タイルを使っていて、これは母親にも一緒に選んでもらいました。モザイクタイルがいいっていう話でちょっと選んだんですけど、普通のモザイクタイルだとちょっとヨーロピアン調になっちゃうので、なんか日本の釉薬みたいなのを使っている、表情としては和っぽいものを選んで、バランスをとっています。であとは、こっちの背面の収納についてはコスト面を考慮して木材としては比較的安価なラワン合板を使った、こういうシンプルな戸棚を、これは特注で作りました。で、下も、特注で作ってるんですけど、下はもともとあったですね、収納に表面だけラワン合板を貼ってるだけの、こうなんていうんだろう、ちょっとこうリサイクル的に作った家具になってるんですけど、同じ素材使ってあげて、こういうとっても真鍮のちょっと可愛いものを新しく設置することで、あんまりこう古っぽく見えない、そういうちょっと工夫をしています。キッチンは以上です。今見えてるのは洗面台のスペースで、母親の要望としては大きい鏡にしてくれっていうオーダーがあったので、台作って、その横に収納スペースを作って、それ以外の壁の部分は全て鏡にして、かなり開放的な空間になってます。洗面台自体はですね、全部造作で作ってるんですけど、収納部分はメラミン材で、カウンターのトップは人工大理石を使ってます。人工大理石、本当にいろんな模様があるので、すごい選ぶの楽しいと思います。あとは、小さいポイントですけど、こういうタオルハンガーも、真鍮製のものを選んだりしてます。これはうちの家と同様ツールボックスさんのものですね。で、あとは細かいところなんですけど、設計するときよくこういう洗面台の裏のタオル棚とか設計するんですけど、ここでもちょっとアクセント代わりにコンクリートむき出しの壁を使っています。なんでかっていうと、結構やっぱり女性のお家なので、置いてあるものが結構こう可愛かったりするんですけど、これで例えば壁が白かったりすると、かなりちょっとなんていうんですかね、空間全体として甘い雰囲気になりすぎちゃうので、こういうちょっと可愛い小物を置くところは、あえてこういうコンクリートむき出しとかでラフな仕上げにしてあげると、バランス取れてかっこよさと可愛さが両方あるような雰囲気になるかなと思います。水回りスペースについては、そんなところです。はい、じゃあ最後、照明の話をしたいと思います。
照明の考え方は、この家では基本的な照度はダウンライトで撮ってます。ダウンライトは代々木の家と一緒でモジュレックスさんのを使ってるんですけど、結構そのダウンライトの径が小さいのであまり目立たなくてプロダクトとしてかっこいいので、よくモジュレックスさんのは使ってます。それでダウンライトで基本的な照度は取りつつも、さっき話したように、ここら辺の飾り棚の間接照明とか、あとですね、こっちも、飾り棚の上にこう見えないような間接照明を使ったりだとか、あとは、今回ちょっとお琴教室だっていうことで、和のテイストをちょっと取り入れるためにも、こういうちょっと旅館とかでついてそうな和紙を使った、柔らかい光を演出してくれるこういうブラケットライトを使ったりしています。でリビングスペース兼お琴教室も基本的には8灯ぐらいのダウンライトがレイアウトされていて、でそれ以外の間接照明は基本的にはこっちの、床の間のエリアにつけてます。床の間の今お三味線が照らされてる部分の上に1灯あるのと、あとは棚下の、低いエリアにこういう間接照明作ってあげて、足元が光ってるとこれはこれで夜すごい雰囲気が出るので、個人的にはこういう低い位置の間接照明とかもおすすめです。この音教室の照明の考え方はそんなところですね。今日はいつもと雰囲気を変えて、代々木の家を飛び出して別の家のルームツアーをしてみたんですけど、皆様いかがだったでしょうか。次回からこのシリーズでは僕の知り合いとか、知り合いの建築家とかデザイナーさんの家に遊びに行って、その作った人の話を聞きながら一緒にルームツアーをしていくっていうような動画をちょっと撮っていきたいなと思うので、そちらもぜひ楽しみにしててください。では最後まで動画を見てくださってありがとうございました。この次の動画も楽しみにしててください。